400X どっかでやったなこれ。ケツの座りの悪い都会で憤りの先をからからず甘からずまずからずうまからず、うまくないんかい。よいしょ。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。モータージャーナリストマサです。やっとやってまいりました。レンタルバイク出たもの勝負の時間です。実はですね、今日は9月なんですけども、うちのね一番下の子が小学校6年生で、中学になると部活とか始まってですね、あまり密に接せられなくなるなっていうことでですね、夏休み一切バイクに触れておりません。なのでですね、ファーストタッチで夏休み秋にですね1ヶ月ちょっとぶりに触ったバイクがいきなりレンタルバイクということで、ね、ちょっと緊張してたんですけども、いやー、それをね、この緊張感を全て一瞬で打ち消すような乗りやすいバイクを今日乗っております。今マサチャンネルが一番乗りたいバイク、ホンダ400X どっかでやったなこれ。私が今所有している大型バイクがですね VFR800X です。 X つながりですね。そしてですね、これね、皆さん気になってるみたいで、レンタルしてほしい、レビューしてほしいっていうですね、オファーというか問い合わせというかですね、そういうのが結構来てます。で、中でもXADV の時に僕を見つけていただいて、でその後 CB に乗り換えて、だいぶねそのCB が重いってことでですね、軽いバイクにしたいってことで、これをね購入された方もレビューお願いしますみたいな感じですね。レビュー依頼が結構来てるバイクです。いやね、僕実は前ね CB400 スーパーフォアをレンタルした時に皆様にお伝えしたんですけど、僕年代50代40代50代の方っていうのは、それ以上の方っていうのは多分なんですけど限定解除年代なんじゃないかなと思うんですね。なので 400cc っていうですね排気量を避けてる方が多いと思うんです。僕がそうです。400乗るんだったらどうせ車検あるからでかいの乗るでしょみたいな感じだと思うんですよね。で400っていうのをすごい避けてて、でそれはいけないなと思って CB400 スーパー4をこの前乗ったわけですよ。でやっぱあまりにも素晴らしくて、 400cc ってこんな日本の交通事情に合ってんのかというようなね感じがすごくしたバイクだったんですけども、今回のですね 400X も本当にね日本の交通事情ちょうどいいバイクだなというふうに思いました。ただね、僕は思うに25だったらもっと売れるのにねなんかアドベンチャーの250ってベルシスと V ストローム、なんかもう V ストローム一択みたいな感じになってるじゃないですか。だから25とかで出してもらうとなんかもっと売れそうだなっていう。なんか車格とかもねちょっとコンパクトで V ストロに比べて、しかもなんかちょっとかっこ、俺はこっちの方が好きだな、申し訳ないけど V ストよりこの形の方が。でしかも500とかで出してくれると、そうですけどミドルクラスのアドベンチャーって V ストしかないじゃん、今650しかないじゃん。
だから500とかで出してもらったりとかするともっと売れるんじゃないかなって思ったりとかするバイクですね。そしてね、シート高が800ということですね。軽いんでね、そんなに問題にならないと思いますけども、皆様が気になっているのが足つきチェックじゃないかなと。足つきポジション取り回しどんないかやなということですね。いつも通りやっていきたいと思います。まず皆様にお伝えすることがありますよ。シャキーンマサチャンネル、本日のスペックを紹介します。身長164センチ、体重58キロ、そしてですね、足つきに大きく影響すると言われております。こちら、チーン、すいません、見えないんですけど人がいるんで静かにしてみました。すいません。股下76.5 センチとなっております。なので同じぐらいの身長の人に比べるとちょっと長いみたいです。女の子ですよね、体型的には。なので女性の方でもすごく参考になるレビューなんじゃないかなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではいきますよ。それではですね、早速またがっていきたいと思います。シート高はね 800mm です。800mm って聞くとなんかちょっと高そうなイメージはしますけど、800なんでね、820とかじゃないですから、800なんでそんな気にならないかな。しかもこのシートの形状結構細いんですよ。なのでそう予想としてはそんなに安きは悪くないんじゃないかなっていう感じはしますけど、この前ね790っていうCL500 またがった時にですね、790なら楽勝だろうって思ったらステップの位置がバカ邪魔ですげえ足つきがそんなに気にはならないっちゃ気にならないけど、すげえバカ邪魔でですね、ちょっとこれは低い割にはつかねえなって思ったのもあるので、実際 400X はどうでしょうか。まず簡単にさらっとまたがっています。もうこう見てください。このしなやかな足、僕の体重58キロで 1G でこんだけ沈むんですよ。で沈むし、シート細いし 800mm でしょ。足つきは悪くないだろうって、楽に想像できますよね。足を踏み替えます。ハンドルまっすぐにしますね。そしてよいしょ。シートの一番いいところに座ってます。これ大事ですよ。プロの評論家でもなんかすげえ前の方に座って足つきですねみたいな人いますけど、そういうのを参考しちゃダメですよ。一番いいところに座った状態で、どうかな、どのくらいと言われるとかかとまでは厳しいですね。もちろんこうやってやればつきますよ。かかとはつきますけど、通常時の感じだとすると土踏まずに限りなく近いところがついてる感じ。母子球って言われてるところですね。母子球からさらに土踏まずよりのもうちょっと頑張ればかかとですよっていうところがついてる感じですね。これはね、しかもこの起こした感じ、もう一回やりますけど、この起こした感じ 1G で少し沈むのもあるし、とにかく車体が細いっていうのもあるんですけど、軽いですね。まず起こした時にこのバイクは軽そうだなっていうところの安心感出ました。安心の塊、安心かまたりです。はい、スタンドを払ってみます。カコン、これはね、出すのも払うのも非常に楽、しかも軽い、立派な、どうだ何センチか10センチぐらいの立派な火が出てて、カコッと払えてステップの後ろにカコーンって出てくるのでサクッと下ろせます。これはめちゃめちゃいいですね。両足いってみましょうか。よいしょ。両足つかなくても大丈夫ですけど、
つけたら安心よね。どうかな。これこそちょうど母子球じゃないですかね。親指のちょっと後ろ側、土踏まずの前側っていうか、一番力の入るところで踏めてます。両足いってもめちゃめちゃ安心感がありますね。まさしく安心の塊、安心かまたり。シート少し後ろに座るとやっぱり座面が広いところになるけど、結構後ろに座ってもあんま変わんねえんだよな。これ不思議なんだよな。でステップの位置はね、やっぱりアドベンチャーバイクっていうこの性質上ね、バックステップでもないしフォワードコントロールでもない、ちょうどナチュラルな位置にあるんですね。そうするとお尻の下にステップが来る場合が多いから、やっぱ明確に当たりますね、足に。ただ CL ほどそんな邪魔じゃないっていうのは何かの作用だと思うんですけど、しかも避けようと思ったら後ろに避けられます。前は無理だけど後ろに避けられるから全然気にならない。これはもう全然気にならないですね。パッと出した時もパッと出してステップが邪魔になることは、多少触れるっちゃ触れるけど、しかしこれ軽いね、本当に。もしかして結構持てるのかな、俺でも。ちょっとやってみようか。せーの、よいしょ。はい重たいですよ。重たいですけど、あのくらい傾いてもなんとか手では支えられるっていうところのね、軽さはあるというところですね。じゃあせっかくまたがったんでポジションチェックしてみましょうか。では素直にまたがってハンドルをまっすぐですね。あれ、これセンスタあんの？センスタはないんだね。センスタあったらいいのにね。アドベンチャーバイクだし。さあポジションはどうかというと、一番座りのいい場所、この辺ですかね。座りといえばね、ケツの座りの悪い都会で生きどれの先を、この辺ですかね、座りがいい場所ね。ここで背筋を地面と垂直した状態で手を伸ばします。でそのままスーッとこう下ろしていきますね。でどこがグリップと設置しているかというと、親指のちょっと下ぐらいっていうことはですよ、ハンドルが極めて近いということですね。僕が乗ってる VFR800X はほぼほぼ直立ですけど、僕が乗ると気持ち前傾気味の直立なんですよ。なのでちょうどね、ここのよくゴルフやってる人なら分かるけど、豆ができるところ、この辺なんですよね、 VFR800X の場合。そうするとちょっと握るとほんのりこう前に倒れる。この X400 はもうガチでここなんで、もう握ってもちょっとこう余るぐらいで、肘がスッてこう緩むと、本当に僕の身長164センチだとド直立言いづらいでしょ。ド直立いらない、そんなにいらないですね。いやすごいですね。ちょうどいいんだな、全てが。本当長距離行くのには最高のポジションかなというふうに思いますね。それではですね、まず押したり引いたりしてみます。押したり引いたり、それはね、男女間の駆け引いても同じですね。引いたりで、この際にやっぱり僕みたいなこう非力な人間はですね、どうしてもお尻をつけておきたい。こう離れるよりちょっとつけておきたいですね。
極めてニュートラルですね。極めてニュートラル。なんかこれで200キロあるのっていう感じだけどね。で意外とこの取り回しの時にレベルみたいに重心が低いと意外とこの当たってる位置が微妙で怖かったりとかするんですけど、これはちょうど僕の身長で腰、お尻の位置にシートが当たるのでめっちゃ安心感がありますね。出ました。安心の塊。安心かまたり。これはそんなに困んないんじゃないかな。それではハンドルを右に切ってぐるっと回ってみますね。これね、見てくださいよ、このハンドル切れ角。キレッキレね、キレッキレ。すごいよ。よいしょ。うわ、すげえ。こんなに小回り引くんだ、これ。こんな小回り引くんだ。いや、すごいな、これは。じゃあバックはね、こうやって腰つけて、本当にその辺でこう切り返したりするときは腰つけた方がいいけど、このくらいぐるって回るときはバイクに正対してこの辺を持ったりとかした方がやりやすいかな。いや、軽いな、思ったより。これね、表記的には200キロだけど200キロあんのかな本当にっていう感じ。 CB400 スーパーファーの方がめっちゃ重く感じる。これは全然大丈夫だね、これね。女性の方で非力な方もちょうどね、ここもそうだし、この辺もそうだし、こう体にこう密着できるんですよ。だから微妙にこう下がってこうハンドル切ってで車庫に入れるみたいな、そういう作業も非常にやりやすいと思うんで、僕は女性の方でも全然扱えるんじゃないかなというふうに思いますけどね。ハンドルがね広くて、でハンドル切れ角があるから、これ逆こっち側に行った時にすごく遠くなるんですよ、右手側が。だけどこの辺にお尻を当てた時に、ここはまさか届かない人はいないと思うから、いくら背が低くても、ここで辺とか持っちゃってもいいんだけど、ここでも届くからね、そんなにこう取り回しに困るような感じのバイクではないですね。はい、というわけで 400X 足つき取り回しポジションチェックをさせていただきました。私の身長164センチ、58キロ、そんなにね大柄ではない男性、それから女性でもですね、非常に扱いやすい車体ではないかなと。エンジンがかかってなくてもですよ、素晴らしいバイクだなというふうに思いますね。しかもね、なんかこうアドベンチャーの勝敗気量っていうとね、なんか V ストローム、ベルシスとかあの辺のこう同じような形のバイクしかないけど、結構ね形は個性的でかっこいいし、なんていうんですかね、僕はこの形の方が好きよ。なのでもっとね、せっかくこんないいバイクなんで排気量のバリエーションとかをね考えてもらうと、本田さんいいんじゃないですか。25とかで出したら売れるんじゃないですか。 V ストより売れちゃうんじゃないですかみたいなねことを言いながらですね、 400X に関するですねインプレ動画は、この動画足つき取り回しポジションチェック、それからですね奥多摩周道路ワインディングですね、それから高速道路、そしてファーストタッチ総評燃費報告で、その燃費報告総評の方にはですね、今日250キロぐらい走るから、マサチャンネルの体がどんだけこうその距離その時間乗ってダメージしてるのかとか、そういうことも全部お伝えします。なのでね、その辺ちょろちょろ乗っていいバイクですねって言ってるレビューがほとんどの中、ほとんど1日ツーリングするわけですから、で実際そういう用途に使うバイクじゃないですか。相当参考になると思うので、ぜひですね一つお願いします。チャンネル登録をお願いしてもいいでしょうか。わずかな広告収入がこういうレンタルバイクを借りたいとかする時の費用になって非常に助かっております。そしてですね、皆様が登録してくれればしてくれるほどそういう資金が増えるので、たくさんバイクのねインプレを皆様にお届けできるんじゃないかな、分かりやすいのを的な感じで、ぜひ
よろしくお願いします。ダメ、動画このまま切っちゃ登録。ということで、またチャンネル、これにて失礼いたします。バイナリー。